デモ今回ご用意させていただきました。分かりやすいなって思いました。シンプルに感動の嵐で多分涙ちょちょぎれると思うんですよ一つのデモの中で経験できるっていうのはすごい画期的だなって思います。システム組み立てチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。奥島と大滝と下森です。今日この動画ではプライクで今 Salesforce とフリーを連携させて使ってるじゃないですか。はい。でも実際にじゃあどういうことができるのとか、どういう画面なのっていうのを今までは動画とか資料とか、あとは実際に打ち合わせでお見せしたりっていうふうにお伝えしてきたと思うんですけれども、それをですね実際にお客様が体験できるデモを今回ご用意させていただきました。大滝さんのお力添えもありまして無事完成いたしました。誰が作ったんですか？私です。お、生産者私ちょっとね大げさに言いましたけども、私が作って大滝さんに監修いただいてレビューいただきながら、中身にはですね実は新堀さんにも手伝っていただいた部分とかも出てきますので、ただ投資で見ていただくのは新堀さん今日初めてですだと思いますので、実際に画面でお見せしながら内容をちょっと解説していこうかなと、そんな動画になっております。はい、ちなみに今日のこの動画を届けたい人、見てほしい人はどういう人ですか？そうですね、まずは実際にもう Salesforce もフリーも導入しているけれども、連携させていない方であるとか、あとは標準のアップエクスチェンジの中にも Free for Salesforce という連携ツールがあると思うんですが、プライクでは独自に API で開発して連携してますので、その違いを見ていただいたりとかっていうところがポイントになるかなと思います。あとは実際に自社の環境でそういった環境を実現したいと思っている方にとっては、先ほどありましたけれども YouTube の概要欄でもう見られるようになってますので、この動画を見た後もっと詳しく見たいということもできるようになってます。この URL プレイナーで作ってるんですけど、メールアドレスもお名前も会社名も電話番号も全部いらないんですよ。なので勝手に見ていいですと。なので我々に問い合わせする必要もないし、個人情報を入れる必要もないし、ただ自分の好きな時間帯でゆっくり見たい人もいれば、ザクザクザクっと見たい人もいると思うので、もう好きなように見るなり焼くなり、もう好きにやってくると。頑張って作ったんでちょっと焼かないでほしいんですけど、はい、もう冒頭はここまでにして、初めて新堀さんはプレイナーで作ったデモを見ると思うので、はい、初心者といいますか、はい、お客さんの目線でぜひクリックをしていただけたらなと思います。はい、お願いします。今回このプレイナーという SaaS を使ってデモコンテンツを作成できる SaaS ツールがあるんですけれども、それをフライクで導入して実際に作った画面が今こちらに映っております。で、ここでは大きく3つの連携デモという形でご紹介できればと思ってまして、1つ目が請求書を準備するところ、請求書を作成してちょっとフリーと離れますがボックスに保存する。で、2つ目が請求書の送付、仕分けの連携。ここがまさに Salesforce から請求書を送付してフリー会計に売上仕分けを自動登録すると。で、3つ目が消し込みステータス連携ということで、フリー側で操作した操作も Salesforce にデータを返すようにしてますので、自動で反映ができるというところですね。言葉で聞くと、ああ、そうなんだって多分思うと思うんですが、実際に画面を見ていただくとより理解度も深まるかなと思いますので、実際に進んで見ていただければと思います。これは動画を見てる方も実際に触れる画面ってことですよね。おっしゃる通りです。もしご興味ある方はね、動画見ながら実際に触ってみながらみたいな、一緒に解説聞きながらみたいなこともできますので、じゃあまずはじめに1個目のデモですね。はい、次へ進むを押してください。これがフライクで構築している請求一括画面という画面になってまして、今ここに対象の請求レコードがずらーっと出てきている形になります。で、請求書を作成したいレコードにチェックを入れます。次押していただくと、ここにも請求書ボックス格納というボタンがありますので、これをポチッと押してください。ポチ。これだけで請求書が発行されて、ボックスに格納された、今これボックスの画面になってます。でもちろんこの状態でも、内容が間違いないかとか、最終確認をしていただくことができるようになってます。では次に進んでいただいて、2つ目のデモですね。普段フライクでは請求書を発行して送付してっていうのを、まさにシンボルさんがこの画面でやられてると思うので、普段やってることかなと思うんですが、それを実際に見られるようにしていますと。で、次に請求書の送付と仕分けの連携というところに進んでいきますので、次へ進んでいただくと、はい、また同じく対象となるレコードにチェックボックスを入れていただきます。そうすると、
メール送信フリー連携というボタンが先ほどのボタンの横にありますので、ここで実はですね、ちょっと見づらいんですけど、左側の請求ステータスっていうところが先ほどと変わってメール送信可能というステータスになってます。なのでここで、誤ってメールボックスに格納する前にメール送信したりということも防げるようになってますので、では実際にメール送信フリー連携ボタンをクリックしていただけますか。はい。そうすると今このタイミングで登録しているお客様のところにメールが自動送信されて、これは Salesforce の活動履歴の画面になりますが、ここに送信したメール履歴がきちんと記録される形になってます。では次ですね。ではここからですね、フリー会計の画面で実際にどうなってるかちょっと見ていきたいと思います。はい。これはフリー会計の入金管理レポートという画面になっておりまして、ここで実際に確認をしていきます。今、テスト用、デモ用でボックスデモンストレーションという企業様、取引先様を想定して、実際に今売上のデータが登録されている状態になってます。なので、メール送信、フリー連携ボタンをポチッと押すだけで、メールも送信されて、フリーへの登録も自動でできるという状態になってます。よくあるのが入金管理エクセルを作るみたいなのをしなくちゃいけないところが多いんですけど、Salesforce から請求書を作るところまで自動化されてるし、フリーに連携したタイミングで入金管理レポートのところにもレコードが作られているので、別途エクセル作る必要ないよっていうふうなところですね。ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。はい。もうここまで見ていただいて、実際にもっと知りたいと、うちでもこれやりたいっていう気合の入った方もいらっしゃると思いますので、途中でもこの60分無料相談を予約するっていうボタンを設置させていただいてます。そうすると予約のカレンダーに飛べるようになってますので、今ここで見たところの詳しい話を聞きたいであるとか、これを実装するにはどうしたらいいのかっていうですね、相談ベースで行っていただけるようになってますので、こちらもぜひ活用いただければと思います。では元の画面に戻っていただいて、3つ目のデモですねに進んでいただきます。シンボルさん、最後フリー会計で請求書送付して登録されました。はい、この次やるの何ですか？翌月に入金を待ち消し込む。はい、おっしゃる通りです。はい、なのでそこの流れを見ていきたいと思います。まずフリー会計の方でいわゆるインターネットバンキングと連携をしてますので、その入金情報を同期する必要があります。これをクリックしていただければと思います。そうするとネットバンキング経由で入金データを取得して入金情報が反映されていることが確認できます。で、入金情報を確認していただいて、で実際の請求データと突合確認をしていただいたら、次のステップ登録を押していただくと消し込みが完了するという流れになります。これはフライクでは基本的には大竹さんが、やっているかと思いますので、実際にこの消し込みの流れを見るのもシンボルさん初めてだったかと思いますし、私も初めてだったんですけれども、この流れでご理解いただけるんじゃないかなと思います。次に進んでいただいて、最後にじゃフリーで入金の消し込みまで終わりました。じゃあ最後、Salesforce にそのデータが返ってくるというところまでつないでますので、そこを見ていただきたいなと思います。でこちらも入金状況取得というボタンをご用意させていただいてますので、こちらをワンクリックしていただければ、請求回答の請求レコードが入金済みのステータスになって、以上で完了という一連の流れになります。以上で終了となりますが、藤森さんここまで見ていただいていかがですか？分かりやすいなって思いました。シンプルにもちろんセールスソースとフリーの連携もそうなんですけど、私入金消し込みをフリーでやったことがなかったので、そうですよね、なんかそこまではうちの環境だなと思ってやってましたけど、本当に初めて見た気持ちになって、大竹さんこうやって毎月消し込みしてんだっていうのを知れたので、なんかその2枚だけでもすごくこのフリーのことがよく分かったので、これ全く知らない人が多分実際これ見るとははははんって言ってやっていくんだろうなっていうちょっと感動をしてます。なのでこの作業を全部手作業でしてる人たちは感動の嵐で多分涙ちょちょぎれると思うんですよ。まずセールスフォースで請求データ作るとみたいなところから始まり、請求書ってこれまで紙と印刷と切って貼ってみたいなことやってる人たちと、その後 Excel で入金管理レポートを作ってる人、で入金のインターネットバンキングの通帳記入とかしてる人、でその後営業とかに未入金の一覧レポートを作って送ってるみたいな一連のことしなくていいんですよね。それが一つのデモの中で経験できるっていうのはすごい画期的だなって思います。ありがとうございます。作ったのどなたなんですか？生産者、私です。私も実際に作っててすごい強く感じたのは、例えばじゃあフリー会計の画面に行きますとか、ここからセールスフォースの画面に戻りますっていうのが何箇所も出てくると思うんですけど、これを例えばセールスフォースのパートナーさんだったりとかフリーの営業さんとかがじゃあデモしようとすると、ここからはセールスフォースの画面になるのでこんな感じになりますって多分
口頭で補足したりとか資料でお見せしたりになっちゃうと思うんですよね。そうすると先ほど大滝さんが言ってくれたようにすごいこうスムーズに簡単にワンクリックでできるよっていうところの伝わり方がちょっと弱まるんじゃないかなっていうのを作ってて感じました。なのでこの連携もまとめてデモでお見せできるっていうのはすごいいいコンテンツになったんじゃないかなと僭越ながら思っております。僭越ながらだからね、まあ、フリー社に聞くとフリーのところは詳しく聞けるけど、セールスフォース連携とか分かんない。逆もしかりで、セールスフォースのパートナーとかセールスフォース社に聞くと、セールスフォースのことは詳しいけどフリーのこと分かんないってなっちゃうので、まあ、その間ですよね。お客さんもその間のところって経理と営業事務とか、営業と営業事務とか、ましては経理と営業とかって、なかなかこの部署をまたがると情報が分断されたりとか、情報共有がおろそかになっちゃうので、まあ、そういったところで言うと、こういうデモを見てイメージをついて、営業と営業事務と経理とがちゃんとみんなで情報が共有できるイメージがしっかりできるっていうのはいいところですよね。ただ次なんか書いてますよ。気になるお値段は、私たちフライクではフリーに限らず様々な SaaS ツールとセールスフォースを連携できます。はい。これは資料が埋め込まれてるんですか？我々は別にマネーフォワードクラウド請求書でもできるので、まあそういった時には設計と構築費用でおよそ230万からっていうところを出してます。ただこれフリーフォーセールスフォースを使わないので初期費用のみですね。ランニング費用がかからないので意外と安いと思います。あ、なんか出てきたぞ。ほら、そうなんです。最後まで見てくださった方には最新のスケジュールを出しているので、もっと詳しく聞きたいとか、より提案してもらいたい時にはディスカッションもできるので、フランクに我々フライクとお問い合わせを、なるほど。窓口を用意してます。こんな感じでデモンストレーションを作っておりますが、大変でしたけど、これ一回作るとね、YouTube と同じで資産になりやすいですし、なんかお客さんはなんか我々の環境を見て営業を受けるみたいなことになると思うんですよね。でも URL で具体画面見れるし、会社名も名前もメールアドレスも電話番号も入れなくていい。すごい心理的ハードルが下がった状態で具体のイメージもつくし、これを倫理をかけるみたいなところで言うとおおよその金額も分かってるし、で、例えば経理部長で、経理部長はこれにこんなお金かけなくちゃいけないのっていうのがデモを見ることによってよりこの金額感が5年間で考えると意外と安いねみたいなことは思われると思うので、ぜひこのデモを見て予約までしていただいて我々フライクにお問い合わせをいただけると嬉しいなと思ってます。あとはデモンストレーションは我々のシステム連携組み立て図の一部でご説明をしましたが、お客さんにはこのプレイナーっていうツールもご提案することができますので、お客さんが SaaS ツールを提案をしてますっていう時には作り方だったりとか、実は裏側ではハブスポットを我々入れているので、このプレイナーで見た人の情報っていうのがハブスポットまで連携されてますし、固定 IP アドレスを使っているような大企業さんは大企業の方がこの情報を見ましたっていうのが我々は見ることができるので、そこから営業手法を変えるってこともできると思います。今、新堀さんクリックしてくれてますけど、この情報が裏でスラックで取れているので、リアルタイムで把握することができるので、新しい営業スタイルとして、プレイナー×スラックみたいなところでもご提案できるかなっていうふうに思っております。今日の動画はここまでになります。皆さんご視聴いただきありがとうございました。概要欄にプレイナーのリンク貼ってるので、ぜひもう見ていただいて、忙しい方はもう22ページしかないんで、うるわーってやれば多分一瞬で見終わると思うので、ぜひまずは見ていただけると嬉しく思います。あとはグッドボタンとかチャンネル登録、あとはコメント、これ必ず忘れないようにお願いいたします。では今日の動画はここまでになります。次の動画アップまでお楽しみに。バイバーイ。